今回はパートワークベンチの部品ツールについて紹介していきます。内容はスケッチの作成、押し出し、回転、ミラーリング、拡大縮小、フィレットメントリの操作方法について説明します。それでは、パートワークベンチを起動します。最初にカラファイルをチェックし画面を移動します。そして、パートワークベンチであることを確認し作業を開始します。それでは最初にスケッチを作成ツールを使用していきます。このボタンを押すと、このように作業平面を選択する画面となります。ここでは XY 平面を選択し、オフセット0で OK ボタンを押します。すると、このようにパートデザインで使用したスケッチャーと同じ画面となります。それでは、適当に四角形を描いていきましょう。スケッチャーの操作方法は、パートデザインの動画もありますので参考にしてください。スケッチで図形を描くとモデルにスケッチオブジェクトが追加されます。作成されたスケッチをもとに、このツールバーでいろいろな加工ができます。最初に押し出しを行ってみましょう。押し出しツールをクリックすると、このようなパネルが表示されます。シェイプで押し出しを行うオブジェクトを選択します。方向は、放線方向とします。カスタム方向を選ぶ場合は、ここで XYZ 軸を選びます。そして押し出しの長さを決めます。ここでは 10mm としています。ソリッドオプションは、中身が埋まっているのか、空の状態かを決める選択肢です。これで OK を押します。すると、このように押し出しが完成しました。また、モデルにはエククルードが追加されました。これを展開すると、元図形がスケッチであることを確認することができます。それではもう一度、別条件でやってみましょう。別のスケッチを作成します。今回も XY 平面にスケッチを描いていきます。オフセット値を 10mm に変更し、OK を押します。それでは、この画面に四角形を描いていきましょう。これで、この画面を閉じて作画を終了します。するとこのように少し上にずれた図形となっていることがわかります。前面にビューを切り替えると、このように 10mm オフセットした図形となっています。ここで、座標軸を表示してみます。するとこのように、ジェット軸方向にオフセットしていることが確認できます。それでは、この図形を用いて、押し出しをもう一度行ってみましょう。このオブジェクトを選んだ状態で、押し出しツールをクリックします。今度は、ソリッドオプションを外した状態で実行してみます。そして長さが 10mm。テーパー角度は度とします。この状態で適用をクリックすると、この条件で押し出しが実行されます。さらにここで OK を押すともう一度、押し出しが実行されることになります。このように、2つのエククルードが追加されているのがわかります。それでは、こちらのオブジェクトを選択して移動してみましょう。このように重なっていたオブジェクトを分離して表示するとわかりやすくなります。それでは、次に回転を行ってみましょう。こちらのオブジェクトはすべて削除して、スケッチを描いていきます。スケッチアイコンをクリックして、スケッチ方向を選択します。今回は XZ 平面を選択します。それでは、この辺りに六角形を描いていきます。
このように描いて閉じます。次に、このスケッチを選択した状態で回転を実行してみます。こちらの回転ツールをクリックします。すると、このように回転設定パネルが表示されます。こちらは回転軸で、現在は原点が設定され、方向は Z 軸となっています。そして、角度は回転角度を表します。規定角度は360度ですが、今回は180度に変更します。これで、OK を押して実行してみましょう。すると、このように六角形が180度、原点周りに回転した図形が作成されます。次は、ミラーリングについて見ていきましょう。それでは、このオブジェクトを削除して、ミラーリングを行っていきます。この六角形のスケッチを選択し、ミラーリングします。ミラーリングボタンを押します。そして、設定画面でオブジェクトが選択されているのを確認します。今回は、こちらの YZ 平面をミラーとして使用します。こちらの選択肢より YZ 平面を選びます。そして、基準点は原点のままとします。これで OK を押して決定します。すると、このように原点を通る YZ 平面をミラーとして、六角形がコピーされます。次は、拡大縮小について説明します。最初に、元となる図形を描いていきます。六角形を描きます。このスケッチに拡大縮小を適用してみます。この図形を選択した状態で、拡大縮小ボタンを押します。設定パネルが表示されたら、シェイプにスケッチが選択されているのを確認します。そして倍率の係数を入力します。今回は2倍に設定して、ここで適用をします。するとこのように図形が拡大したのがわかります。そして、閉じるボタンで終了しましょう。それではもう一度このスケッチを選んで拡大縮小を実行してみましょう。今度は、係数を 0.5 と入力します。そして適用をクリックすると、このように縮小された図形が表示されます。次に、もう一つのオプションも行ってみます。こちらの非均一な拡大縮小をチェックします。Y 方向を2倍に。X 方向は1倍のままとします。そして適用すると、このように縦、横比率が異なった拡大を行うことができます。それでは、こちらのフィレットと面取りを行っていきます。まずは元となる立方体を作成していきましょう。スケッチャーを起動し、XY 平面に四角形を描いていきます。そして押し出しを使用し、立体化します。それでは、この立方体にフィレットをかけていきましょう。フィレットボタンを押します。パネルが表示されたら、シェイプが選択されているのを確認します。選択されていない場合は、ここを展開してオブジェクトを選びます。すると、このようにエッジの一覧が表示されます。ここで、このリストより選択するか、右の 3D ビューでエッジをクリックして選択する、または、すべてを押すことによってフィレットをかけるエッジを選択します。この例では、すべてを押してみます。次に、半径を入力します。そして OK で適用です。すると、このようにすべてのエッジでフィレットがかかった状態となります。
それでは元に戻し、他のオプションも行ってみましょう。フィレットボタンを押して再実行します。最初にシェイプを選択します。そして、フィレットをかけるエッジを 3D ビューより H を選択していきます。そして、半径をこちらより入力します。今回は 3mm とします。これで OK で決定です。すると選択されたエッジにフィレットがかかった状態となります。それでは、もう一度戻して、フィレットを行ってみましょう。こちらのオブジェクトを選択した状態で、フィレットをクリックします。すると、シェイプには選択したオブジェクトが入力されています。今回は、選択範囲に面を選んでみましょう。そして、3D ビューよりフィレットをかけたい面を選びます。するとエッジリストに、面の周囲のエッジが選択されます。あとは半径を入力し、OK で決定します。すると、このように面周囲にフィレットをかけた状態となります。それでは、最後に元に戻し、面取りを適用してみましょう。操作方法は、フィレットと同様に行います。最初にシェイプを選択した後、面取りを行いたいエッジを選択していきます。今回は面を選択します。最後に、面取りの長さを設定し、OK で決定です。するとこのように、指定したエッジに面取りを行うことができます。